Good evening, everybody. Tonight's Inter FM Tokyo Music Radio has started. ということで皆さんこんばんは、なぎれんのみかこです。Inter FM Tokyo Music Radio Presents Live on Radar にようこそお越しくださいました。いやーちょっと嬉しいですね。ラジオ始まって以来の実はラジオ始まって半年ちょっと経つんですけど、リスナーの皆さんとお会いできるの今日初めてなので、私も結構ワクワクしながら今日は来たんですね。ゲストがあのお二人なので、今日はあのお二人をリスペクトしてみんなサングラスで来てたらどうしようってちょっと思ってたんですけど、ちゃんと皆さんの目がよく見える状態で今日はお届けできそうなのですごく嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。この番組は、インター FM で毎週火曜日21時30分から放送中の東京ミュージックレーダーです。今世界に注目されている日本の音楽やアーティストを番組独自の目線でピックアップ、日本のみならず世界で活躍するアーティストや今後世界へ進出していくアーティストをゲストにお迎えしてたっぷりお話を聞いていくミュージックプログラムとなっております。ちなみにいつも TMR897 聞いてくれてるよという方どれくらいいらっしゃいますか？Oh, thank you very much. じゃあ今日初めてサハジを通してこの番組知ったよっていう方どれくらいいますか？嬉しいですね。じゃあこれからは東京ミュージックレーダーファミリーということで、これから皆さん聞いてください。よろしくお願いします。では、皆さん早速ゲストをお呼びしましょうか。皆さん拍手でお迎えください。昨年全英チャート8位を記録、世界が注目する兄弟バンドサハジ。よろしくお願いします。まずちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですか？兄弟バンドサージの西田翔太郎です。陽志郎です。よろしくお願いします。ご着席ください。実は私と、サハジは初めましてではなくですね。というのも翔太郎さんとね、お二人と私で共通の知り合いがたまたまいて、でサハジが実はゲストとして出演するんですしてくださるんですって言ったら、その人からちょっと連絡をもらいましてね。そうちょっと知り合いなんだよって言って。そう俺の後輩って全然後輩でもなんでもないんですよ。でもそういう縁があってね。そうなんです。それで一緒に翔太郎さんとはちょっと一緒にとんかつを食べた仲ということで、ちょっと本番前に一回ご飯行こうと思って行って、そうなんですよね。美味しかったですね。美味しかったですね。ありがとうございます。で、吉郎さんは今日初めましてということで、今日あれですか？朝いらっしゃったんですか？東京から。東京に。6時頃に着きました。すごい今日は長い一日となりそうですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、お二人は富山出身ということで、今日吉郎さんは富山からいらしたということは、今富山在住ということですか？そうですね。はい。で翔太郎、行ったり来たりです。行ったり来たり。で翔太郎さんは東京です。東京、とんかついいお店知ってるぐらいですからね。あそこら辺にね住んでいらっしゃる。もう東京の人間になっちゃいました。なっちゃいましたか？あまり方言とか出ないですか？いや出ますよ。富山の方言って富山出身の方いらっしゃいます今日？それはいらっしゃらないか。でも富山出身じゃん。そりゃそうだ。そうか。ここに振ってどうすんだか。でも富山弁っていうのがあって、語尾にシャとかつくの。シャチャなんとかだよねっていうのもなんとかだチャとか。可愛いですね。そうですか。でも昔はねそれが本当に嫌で、もう出せよって思ってたんだけど、東京に出てきてからなぜか富山弁がすごく出るようになっちゃって。逆にですか？そうなんでだろうね。あとイントネーションがね、そうね、結構ちょっとやっぱ関西っぽいのかな。多分出ちゃってる。出ちゃってますか？まだあまり私は感じていないので。多分格好つけてるんだと思う。じゃあこれからちょっと仲を深めさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。サハジお二人は兄弟バンドということですけれども、何個差なんですか？2歳差ですね。2歳。はい、2歳です。2歳だとあれですね、ちょっとこの後の内容にもちょっと関わってくるんですけど、やっぱりね、いろいろ2歳っていうと近いからね。近いですよ。だからあんまりお兄ちゃんって言われたこと一回もないね。本当に。逆だって思う人もいるみたいね。俺の方が若いじゃん見た目。こう言ったらちょっとベビーフェイス寄りですよね。そうですね。そうです。なんて言うんだろう。こういう顔なんて言うんだっけ？こういう顔？なんだっけ？何顔って言うんだっけこういうの？塩顔？
で俺は何ソース顔っていうのソース顔なんですかね。なんだろうまあ極端だよね私。だからねもうそう極端なんですすいません、はいいろいろちょっとお伺いしちゃったんですが、はいこのすごい気さくなお二人の話をちょっとこれからまた進めていきたいと思います。はいサージですがね、まずは何といっても、昨年シングル Future in the Sky が UK チャート8位を獲得したことで一躍世界中の注目を集めました。チャート入りを知った時はどこで何をされてたんですか？もうイギリスでライブだったんですよ。あライブでサウンドチェックそうサウンドチェック中で、はい、今日はもしかしたらチャートの入ってるかもしれないじゃんみたいなあー、もうちょっとそういう気持ちがあったんですね。でスタッフからもしかしたら自分で見ると思われるから、はい、携帯も全部没収だっつって言言われてて、まあでも俺たちとしては期待は全然してなくて、はい、まあ、もちろんトップ100に入っててもすごいよねみたいな話だったんですけど、はい、リハ中にちょっと待ってっつってちょっと発表するよって、スタッフのまあまあまあでも20位に入っててもすごいねみたいな感じだったんですけど、はい、トップ8って言われてこの、まあ、毎日のように思い出しますけど今やっぱりね、だってその中にはいビートルズの新曲と、そのオアシスのリアム・ギャラガーの曲が入ってて、昔考えてたんですよ。オアシスとビートルズの曲のチャートの中に入りたいって。いやビートルズの新曲って普通ないじゃないですか。そうですその当時は。いや当時とかね。だけどNow and Then が出て、そうでしたね、はい、で Now and Then があってね、うんでリアムの曲があってって、いや夢って叶うんだな。素晴らしいですね。吉野さんいかがでしたか当時は？びっくりしましたよね。ですよね。チャートに入ることすら、ね、ちょっとあんま考えてなかったんで、いやね、10位以内に入るっていうのはね、いや嬉しいですよね。イギリスで出された楽曲ですよね。そもそも富山県出身で日本人であるお二人がなぜ海外でリリースすることになったのか、どういう経緯だったのかっていうのを教えていただけますか？まあ、よく俺たち、兄弟喧嘩するんですけどまあそれはまあ置いといて1年間ぐらい活動しなかったんですよ。その2020年かな、はい、その1年間の間に俺はオアシスのリアム・ギャラガーがネブアスっていう場所でライブをやるって、でそのチケットはなぜか俺ゲットできて、じゃあ初の海外行くかと思って、で最初は旅行だったんだよね。でなんか1年ぐらいしたら両城からなんかまあやっぱ連絡があって、いやもう俺イギリス行くんだよっつったら、お前一人で決めんだよっつっていや俺旅行だからっつって言ってたんだけど、でなんかだんだんライブが近づいてきて、日にちがね、リアムのライブが、そしたらやっぱ俺もイギリス行きたいっつって、じゃあ来いよっつってできたんだよね。でそこから出会った人たちがいて、で今のプロデューサーとも出会って、で俺はもう自分でアプローチするから、いやあなたに会いたいっつって。おーすごいですね。だから結構アナログなんですよ俺たち。どうアナログなんですか？今だったらもうみんな来るものをなんかやるって感じだけど、そう自分から行くっていうのがある意味ね。でしかもわざわざイギリスまで行って誰ねチャンスあるのか分かんないのに、いや俺はこういう人間でこうなんだっつって、でまあその俺たちのプロデューサーのニック・ブラインっていうのはまあオアシスとかブルース・スプリングスティーンとかからもう本当にお前来たのかっつって、ロンドンからそのウェールズまで、ウェールズにいるんだけどニックは、そこに俺たちは4時間かけて行くんですよ。本当にお前来やがったなって頭おかしいぞお前みたいな。で俺はもうスタジオとか案内してくれて、もうここはリアムとノエルでこのスタジオのドアぶっ壊したんだみたいな、そんな話ももちろん素晴らしい話なんだけど、いや俺としてはもう曲聴いてほしいだって俺わざわざギター持ってってんだもんね。洋城なんかもうそんな4時間かけてどうすんだ。俺はね最初は乗る気じゃなかったんだ。そうなんですね。その映像も残ってるけども、でもこれを記録として全部届こうと思って、でもう俺はギター持ってって、でいやビールでも飲むかって、いやビールもいいけどまずやっぱり1曲聴いてくれっつって、じゃあ分かったよ、じゃあスタジオ戻ろうっつって、まあ洋城はエレキギター借りてね、でじゃあ聴いてくださいっつってフューチャーに使いに行ってもらった。はあ、
いかがでしたか、その反応は、ニックの反応。いやニックは泣いてたね。ううわお前らマジすげえなっつって。はでいや俺はもうその時に来たと思って、ニック俺はもうあなたと仕事一緒にしたいっつって、あんたが俺たちのことプロデュースしろっつって言ったら、もちろんだって言ってくれて、じゃあまた会おうっつって、ね、でもその時にニックが車の中で「Future in the Sky」って歌ってたから、あーこれは来たぜと思ってやべえの来たぞと思って、でもそれは勘違いじゃなくてね、本当にね彼はいいって思ってくれたから、そうですね、そこでチそうャンスがですよ。そう感じるものがあったから今があるわけですものね。いやすごい話ですね、皆さん。なんか喋りすぎちゃうね。俺俺この話何百回してるけど、何百回してもいいんだよな。俺の大好きな話。ありがとうございます。でそこで演奏された曲が Future in the Sky ということですけど、この楽曲はいつ頃作られた楽曲なんですか？14歳の時に作りました。翔太郎さんが？はい、だから21年前か。そう当時からもう曲を作っていらっしゃった。作ってました。だからまあちっちゃい頃からねギター始めてるから、でオリジナルなんかないと思われてたから親とかには。いやでも俺はもうゆっくりもう誰にも見せず曲を書いてたんだよね。で14歳の時になんか俺のまあある意味音楽の師匠じゃないけど、その人がお前オリジナルあんだろっつって歌ってみろっつって。その中に、まあ、フューチャーインザスカイとかもあったりとかして、だから14歳の時に書いた曲ですね。その当時からお二人で一緒にもう弾いたりし合ってたってことですか？へえ、一番最初のきっかけは何なんですか？ギターを手に取るきっかけは。まあ両親ですね。親父がいつもちっちゃい頃なんかマーチンのギター持ってニーリー・ヤングとかボビー・ランとかトム・ペティとか歌ってるのを聴いて育ったんで。わあ。そうミュージックファミリーですね。そうです。はあ。でそこから始まってであれなんですね。友人とやろうとかよりはもうその兄弟でやっていこうっていう風に自然になったっていうことなんですかね。最初家族バンドから始まって。お父さんとそう親父が歌って、母親がベース弾いて洋城パーカッション叩いてね。で俺がギター弾くみたいな感じだったんですよ。わお、すごいですね。でやっぱり必ず両親より上手くなるじゃないですか。そうなんですかね。そうだから両親より上手くなっちゃったから、じゃあ両親クビにしていらねえと思ってでねクビにして、でそれぐらいの時期にオアシスに出会うんですよ。あんなめちゃくちゃこんなんでしょオアシスって態度でかいから、こんな態度悪くてロックンロールやるやつがいるのかと思って、そこで俺たちは感動して、じゃあ俺たちも兄弟でやろうぜっていう、まあ、もっと絆が深まってくるんだよね。共感したのかよくわかんないけど勘違いしたのかよくわかんない割とあれですか、その兄弟の中的には今のお二人を見ててもそうですけど、やっぱり翔太郎さんがぐんぐんっていう感じで、今吉郎さんはなんか優しく微笑んでいる感じが今しますけれども。いやまあ僕も変わんないです。変わんないですか？一緒にすんの？こういう場になると僕は黙ってますけど。いやいや実はそうじゃないよ。いや結構一番めんどくさい。でもね同じ血が流れていらっしゃいますからね。血は争えない。文句ばっかり文句しか言えないんだもん。ちょっとそこの今のいろいろ後ほどのコーナーに取っといていただければと思います。お楽しみに皆さんも。ちょっとじゃあまた音楽の話をちょっと聞きたいんですけれども、やっぱりお二人の楽曲を聴いているとサウンドの中にその UK ロックっぽさっていうのをすごく感じますよね。でやっぱりそのオアシスに出会ったところが一番大きいんですか？他にいろんな。いやもともとはアメリカンロック聴いてたんで、俺たちは。だから最初サージ始めた時にドラムベースがいたんですよ。で彼らも兄弟だった。しかも龍太郎、陽之介、翔太郎、陽四郎っていうそういう運命の出会いがあった。名前がちょっと似てますかね。そうちょっと似てて、そうですね。でこんな運命があるんだと思って、まあ俺ちっちゃい頃友達いなかったから、それいないっすよね。こんななんかロックンロールって言ってるやつに友達なんかいないよ。だけど本当に変わり者だからこいつ。お前もだよ。いやこいつに比べたら全然。いやでも本当にその子たちと出会って運命を感じて、でバンドやろうみたいになって
彼がオアシスの CD を送ってくれたんですよ。だからそれでオアシスって言うんだと最初あんまり俺は響かなかったんですけど、陽志郎がオアシスはもう初めからめちゃめちゃかっこいいな、だけどなんか映像を見て、本当になんかもう態度の悪さとかもう口の悪さで俺はそこに惹かれたんですか。そこに惹かれたの。いやもちろん楽曲の良さはもちろんありますけど、なんかうわこんなのでやっていいんだと思ってこんな態度のバンドでやってもいいんだと思って、ロールモデルになっちゃったんですね。そうです。輝いて見えたんです。そう輝いて見えたの。自分はさそういう友達とか、音楽やってたから特に、だから変わり者だったんだろうねだからやっぱそういうなんかね自分をなんか主張してくれるような存在だったんですよオアシス。そっからオアシスにのめり込んでってどんどんブリティッシュロックにはまってくるんですよ。それが10歳ぐらいかな。10歳、はあ、でそこから曲を作り続けていらっしゃると、いや本当に今ケアツのシングルがすべて英語詞じゃないですか、英語で書き始めようと思ったのはなぜなんですか。いやもともと洋楽しか聴いてこなかったんですよ。両親がアメリカにいたりとかしたから、だから日本語の音楽なんて聞いたこともなかったんですよ。なんか聞いたことあるのは井上陽水さんぐらいで親父がちょっとたまに井上陽水さんの曲を弾き語り歌ってるのは聞いたことあって、だから全然もう日本語の曲なんかも全然興味がなかったんですよ私。だから英語で書くっていう日本語で書くっていうもう感覚もなくて、もう普通になんか英語でそう区別がもうなかったんですね。自分が曲を作るとなったらもう English っていう。そうだったんですね。だからもう親父は昔からもう英語喋れなくてもいいけど絶対発音だけはちゃんとやっとけみたいな感じでした。だから本当にね、多分そのおかげでやっぱり発音もよくなったし、だからなんかあんま親のこと言うのはあんまりロックンロールじゃないし好きじゃないんだけど感謝してますよ素晴らしい、素敵だと思います。その楽曲のそのインスピレーションっていうんですかね、そういうのはどこから出るんですか。今曲は基本翔太郎さんが書かれてますよね。どういう例えばもう全然メロディーからと視線なのか曲線なのかもそうですし、基本的には曲と歌詞がバッと出てくるんですけど、でも何も考えてないですね。なんか考えると浮かんでこないし、でしょ、見てきたらじゃん。そう本当にごめんなさい。そうだね。いやもうだってね今書けって言われたらできるでしょ。really？ ここででもできるよね。そうなんです。だからなんかだから俺はオムライスは作れないけど、曲はもう簡単に作れるよ。かっこいいです。いやだから毎回その例えだけど。そうなんだ。オムライスよくわかんないんだけどそれ。いやでもそれぐらい本当に日常なんですよ。曲がなんかこういう感情になったからこれを書きたいとかじゃなくて、もうパッとそういう場合もありますけど、でもなんか10代の時は本当に別に何も考えてないで書いてたから、本当にその時の方がやっぱりいっぱい書けましたよね。今は書けるけど本当にいい曲を書いていきたいなって今思ってるから、だから本当にね14歳15歳の時は本当にもう1日 3,4 曲とか書ける時があったから、それで曲を貯めて、じゃあ今いっぱいストックがめちゃくちゃあります。翔太郎さんにとっていい曲っていうのはどういう曲なんですか。なんでしょうね。でもやっぱいいメロディー、にプラスそれなりにいい歌詞。それなりにいい歌詞。そう。いや一番はメロディーだね。だからよくオアシスのノエル・ギャラガーも言ってるけど、俺は何が言いたいのか分かんないみたいな。だからその人は聞いてくれた人が意味を持ってくれればいいなと思うし、もちろんありますよ。最近もちょっと曲書いて、さっき洋一に聞いてもらったんですけど、歌詞から浮かんだんですよ。歌詞から。そういう場合もあるし、そういう場合は珍しいんですけど、だからそれはいい歌詞書きたいですよね。やっぱり歌詞本当にいい歌詞書ける人羨ましいし、ちっちゃい頃に書いた曲って、なんだろうな、もう簡単なんですよ。
もうなんか簡単な言葉で、だけど今書けって言われたら絶対書けないし、そこが難しいところです。シンプルだと逆にね、逆のこうなんつうの意味を持てるっていうか、そうですね。そういう面もあるからね。いい意味で抽象的というか、本当にいろんな意味を包容できますもんね。だからフューチャーインザスカイって何って感じ。マジ意味わかんないんだけど。いやある意味そう。いやだからそういう感じ。Somewhere I can find love から始まって。だからあれはね、Over the Rainbow の Somewhere Over the Rainbow、Somewhere ってどういう言葉だったっけなみたいな。そこから始まってって。そういう曲なんですよ。Somewhere から始まって。Future in the Sky。よくわかんないですよね。いやいやでもなんかそれを踏まえて聞くとまた確かに景色がちょっとね変わるかもしれないですよね。ありがとうございます。じゃあ毎回翔太郎さんがそうやって曲を書いて、それを陽志郎さんが聞くわけですよね。そうですね。それでどういうアプローチで進めていくんですか、その後は。どういうアプローチって俺文句ばっかり言うんでいやここの尺ちょっと長すぎるなちょっと長だるみしてるからこれじゃダメなんだね。さっきも言われました新曲聞かせたら長だるみしてんな結構ね、いやメロディーいいけど、長い場合が多いんで、そこはねちょっとそんなの別にスタジオ行ってレコーディングするときにニックが短くしてくれるからまあいいんだけどまだやっぱ気になるよね。あ、そう。そこでじゃあ2人で揉んで、ちょっとそのセットしていく、整えていくっていうことアレンジして、アレンジしない場合もあるけど、そうなんですね。ありがとうございます。皆さんも初めて聞くお話あったんじゃないですか。いかがですか。サハジのファンの方もう一回手を挙げていただいていいですか。すごいですよ、嬉しいですよね。今日ね、公開収録みたいなことは初めてですか。でも結構インターさんにお世話になってて。そうですね、何度かねご出演されて、なんか一度ねお一人だけでいらした回もありましたよね。多分2回ぐらいじゃん。2回ぐらい。お前が今年お前2回さ、それはねいろんな理由がある。なんだけど、まあでもそれ言っちゃったらもうねこの番組終わっちゃう。危ない。でもまあなんていうんですか、まあそういうこともありますけど、なんかこの間いっぱいいろんなちゃんとお話しして、まあね、よくなったね。やっぱね2人じゃなきゃ意味ない。俺が一番素晴らしいですね。素敵ですね。この兄弟愛と言っていいんでしょうかね。まあ兄弟愛ないと思ってたけど、なんかあるよね。いやもちろん。最近それ感じたの。この間なんかちょっともうその言葉では表せないようなね、そういう感情もあるし、まああんまりね。まあいいやまあこのお二人のねこの関係性をちょっと皆さんにも知っていただいたところで、もちろんその制作中に先ほどね陽志郎さんがちょっといろいろ文句言っちゃうとかいうところもありましたけれども、もちろんそれ以外でもまあ兄弟ですからいろんなことがあると思うんです。でここで、ちょっと今日の特別な、企画をご用意いたしました。サハジ兄弟のリアルな関係性に迫っていきます。題してどっちが悪いサハジ裁判サハジ裁判、実際にあった兄弟喧嘩でどっちが悪かったのか、会場の皆さんにですね拍手でジャッジしていただきたいと思いますので、それぞれ言い分があれば弁明していただいて構いません。皆さんはどちらの言い分が正しかったかっていうのを拍手で判定していただければと思います。会場にマイクが設置してありましてね、こっちが正しいと思った方には盛大な拍手をしていただければと思いますのでよろしくお願いします。じゃあいきますよ。早速第1問目。好きな女性ができるとということですが、こちらどういうことでしょうか。はい、俺ですね。好きな女性ができると、俺リハに来なかったりとか富山に帰らなかったりとか、そういうことがやっぱりね、あるよね。俺は俺で結構いろいろ迷惑かけられてるっていうかねいやでもさ、しょうがないじゃん、ロックンロールスターだぜまあそういう言葉で片付けるからダメなんだよいやでも俺はいいと思うんだよ。そういう今ロッカーいます恋愛ファーストなロッカーってことですか。そうなんかもうそれでもう Don't care man ジャパンにはそんないないって
ですかまあ普通いないか。でもまあまあその大事だなとは思うよもちろん。だってさそれでちょっと待ってこれでそういう経験したら一曲いい曲できんだぜ。どっちがいいのよ。めちゃめちゃポジティブだね。まあそういうことも言いたい。そうはいすみません。吉郎さんからのなんかツッコミはないですか？まあこれからはもうちょっとね。もうさすがにさ俺も先月35になったからおめでとうございます。ありがとうございます。ないですよそういうことさすがに。落ち着きました？さすがにね。でも分かんないからね。いやいやあなたも分かんないよ。あんたも分かんないよ。まあ血は争えないですからね、分からないですね。はい、ちょっともうすでに決着がついているような気もしますがでは会場の皆さん拍手で判定です。翔太郎さんが悪いと思う方拍手すごい大きな拍手が聞こえました。じゃあ陽志郎さんが悪いと思う方拍手。いやいやいや、ほんとちょっとすごいね、ゼロっていうのすげえな、マジか。シーンということで、いやこれはじゃあ翔太郎さんちょっと考え直していただいて、はい、すげえ反省してます。すみません、公開処刑みたいになっちゃいましたね。はい、じゃあ次の誰もいないんだ。死刑で死刑。じゃあ第2問目に行きましょう。ただん、お酒を飲みすぎててんてんてん。こちらは僕ですね。おお、どういうことでしょうか。いや俺から説明するわ。こいつは一回なんでお前に説明しなきゃいけない。いやこの間じゃない、もう何年も前相当前だよ。前なんだけど、はい、ライブ中にお酒飲みまくって、売るはずの CD を全員お客さんに全部配っちゃって。お前10年以上前だけど、ね、いやでもううわーみたいな感じになってて気持ちよくなっちゃったんですか。そう俺全部配ったぜみたいな。いやいやちょっと待ってみたいな。この CD 売り上げあったらさみたいなねみたいな。そうですね、さすがにちょっとねやりすぎたからやりすぎだからもうそういうことあんまり酔っ払ってもそこまでのことなかったんだけど。ないんだけどね。お二人ともお酒は強い？いや強くはないですけど、お酒は大好きです。大好き。でもここ 2,3 日ちょっと体絞ってるんでお酒抜いてるんですよ。特に俺が好きだもんね。あ、そうなんですね。結構飲みます。いや結構飲む。じゃあその日も結構飲んじゃってってことですか。それおかしいぐらい。多分ちょっと強い酒飲んじゃったかな。何か吉野さん弁明はありますか。いやさすがにないかな。いやまあでもなんつうのやっぱこう広めたいなっていう気持ちだったんじゃないかな。あんたもポジティブね。いやそれはそうでしょ。ポジティブな気持ちで絶対やってるから。素晴らしい素晴らしい。ありがとうございます。これもちょっとあれですかね。じゃあ一応聞いてみましょうか。翔太郎さんが悪いと思う方は拍手。絶対今拍手した人俺のファンじゃなくて陽次郎ファンだよね。ちょっと聞こえましたね。じゃあ陽次郎さんが悪いと思う方は拍手。すごいね、これめちゃめちゃ極端だね。ちょっとね極端ですね。いやでも素敵ですよ。恋愛にまっしぐらなお兄さんとお酒が大好きな弟さんっていうのはなかなか。でも一番ロッカーで避けた方がいいことですよね、ミュージシャンとしてね。女の人とお酒ってね。まあそうですね。一番最初に上がる2つかもしれないですね。それをやっちゃってんだからどうしようもない。いやでもさまざまな武勇伝がこれからまた生まれて、いい曲がまた生まれるかもしれないということそうですよ。だから everything's positive。We should be positive ですね。そういうことですね。はい、じゃあ第3問目に行きましょうか。はい、第3問目。殴り合い？あるよね。なんかその当時10代ですよ。俺バイトもしてなくて本当にどうしようもないクズだったの。今よりクズだったの。その時に陽志郎はバイトしてたの。で俺さお金ねえからお前ちょっとちょうだいっつってそしたらもう絶対嫌だみたいな。それ嫌だよね。なんだけど俺それ頭にきてふざけんなよお前っつって俺お金ねえんだからお前出せってなって絶対もうこの時点でもう拍手が分かっちゃってる。でその時になぜか殴り合いになったのね。俺は陽志郎なぜかで俺は陽志郎にゴミ箱に頭突っ込んで。わお。陽志郎なぜか親戚から送ってきた
おかきが入ったカンカンわかります？なるそれでそうそう殴られてでうわーってやってね、洋志郎なんかもう泣いちゃって、まだ洋志郎多分14歳15歳ぐらいだよね。うんね、お兄さんで泣いてふざけんなよと思って、でもなんかまあそこまでやるとなんかいいじゃないですか。何がいいの？いやいやだからそこまで喧嘩やるとなんかやりきったな。あ、逆に吹っ切れたんですね。でなんかまあでもそこでなんかまあいいやと思ってなんかテレビつけたんですよ。そしたら、オアシスが解散っていうニュースが出てきて、うわ俺たち超オアシスとリンクしてんじゃんっつって、うわロックンロールっつって。バカでしょ。全部ポジティブだからね。っていう。洋志郎さんは大丈夫でしたか？それは。いやいや、それふざけんなって思うよね。それね、お兄さんがねテレビつけて、まずそもそもその状況からその状況からねテレビをまずつけることもあれですけど、それで見て俺らとリンクしてんじゃんって言われた弟さんは頭おかしい。いや面白いね俺たちね。まあもう年月経ってるから笑えるけどね。でもさ、そうやって自分たちの好きなバンドとリンクしてることってさ、なかなかないじゃないですか。だから俺にとってはオアシスが大好きだから、オアシスと同じだと思って。デスティニーをね本当に感じました。感じてしまったと。まあいや良くないですけどね。まだ若気の至りだったんで。そういうこともさすがにもう最近はないですか？あるわけないじゃないですか。もうそんなのやってたらやばいやつです。本当にやばいやつ。よかったです。それはよかったです。そういう経験もしてきて、今は音に出てていいんじゃないですかね。まあね、両方手出してるからね。そう。どっちが悪いかすら全部なるんじゃない？両方。そう。どっちもどっちということで、じゃあこちらも一応皆さんに聞いてみたいと思います。翔太郎さんの方が悪いと思う方拍手。聞かなくていいですかね。聞いときますか。洋志郎さんが悪いと思う方拍手。一瞬なった気がしたけど。まあでもこちらも翔太郎さんということで、まあ自分のね責任は自分でねはいどうですか。そういうもんだと思うんで、まあでもまあいかがでしたかこの裁判は。この裁判はやっぱり真面目にやるのが一番だと思うんですけど。でもなんだろうな、ちょっとぐらいまあちょっと俺はちょっと外れすぎですけど。いいんですよ。少しぐらい外れてないと。そうでしょ。だって外れてなかったらイギリスなんか一人行かないよ。確かに。だっていきなりプロデューサーに俺たちの曲聴けなんて頭おかしいに決まってるじゃん。そういうやつが歴史を作るんだよ。わかる？ You know what I mean？ まあ本当にね、当てがなくてもやるってことが大事だよね。そこの行動力は本当にすごいですよね。絶対行動力しかすごくないと思って。いやそんなことないですよ。いや絶対だってさっきからなんかこいつ最低だなみたいな。本当に。いや私も3つ下の弟がいてね、なんかちょっと喧嘩することも結構あるんですけど、ちょっとお二人の話聞いてたら全然いいお姉ちゃんでよかったってちょっと思いながら聞いてるところもあったりしました。本当にそうです。失礼しました。いありがとうございました。皆さんいかがでしたか？ちょっとお二人の新たな面なのかもう知られてる面なのかわからないですけど、またねいろいろお話を伺うことができてよかったかなと思います。ありがとうございました。